メルゼナも衝撃だったが、将軍ギザミの復活には驚いたよな。今回は将軍ギザミのモチーフとなった存在と他の復活モンスターの話をしていくぜ。どうしたのマリサ？ずっと同じ動画を見てるようだけど。ああ、霊夢か。将軍ギザミのムービーを見てたんだ。ああ、それなら私も見たわ。でも、同じムービーを何度も見て、楽しいの？楽しいぞ。将軍ギザミの復活は意外だったが、嬉しい誤算だぜ。今も、何がモチーフになってるのかを考えていたんだ。モチーフって、神でしょ？ライズでは新モンスターが日本の妖怪モチーフだったが、既存モンスターにも妖怪のイメージが当てはめられていたんだぜ。リオレウスは天下、ギガレックスは山彦、トビカガチがノブスマって具合にな。なるほど、そういうことね。じゃあ、サンブレイクで復活する将軍ギザミにも、西洋の妖怪とか怪物が当てはめられてるってことかしら？その可能性が高いと思って、色々と考えていたんだ。それに、将軍ギザミが復活することで、他のモンスターにも復活の可能性が出てきたしな。マリサの考えを聞いてみたいわね。ちょうどいい。私も誰かに言いたくてしょうがなかったんだ。まずはムービーの内容を振り返っていこうか。確か、ロアルドロスと戦ってたわね。そうだぜ。ルドロスたちを追いやる将軍ギザミに、ロアルドロスが飛びかかるんだ。だが、その場に残っていたのは将軍ギザミの宿だけだった。ごくり、不思議がるドアルドロスの背後に将軍ギザミが忍び寄り、自慢の大きな釜で、ざくり消えという内容だった。知ってたはずなのに、ゾクッとしちゃったわ。ロアルドロスが気の毒。霊夢は感情移入が激しいからな。このムービーは、モンハンにしては珍しく、ホラー感のある演出が盛り込まれていて私もびっくりしたぜ。これもサンブレイクのイメージなのかしらね？おそらくはそうだろう。ライズでも、日本の妖怪や和風のイメージが、既存モンスターの登場ムービーでも表現されていたからな。リオレウスは天下だから、空から火が降るイメージってことかしら？天下には雷による火災という意味もあるが、天からもたらされる日としてはぴったりな描写だと思うぜ。なるほどね。で、マリサは将軍ギザミは何がモチーフになってると思うの？あくまで私個人の予想だが、死神だと思ってるぜ。将軍ギザミの別名称は鎌神だしな。言われてみれば、鎌を使う部分は共通してるわね。死神も大きな鎌を使うし。さらに言えば、ムービーで披露していた技も気になっていてな。技って？宿を代わり身にしてロアルドロスの飛びかかりを回避して、いつの間にか後ろに回り込んでいただろ？そういえばそうね。あれってどうやったのかしら？地中に潜ったんだと思うぜ。昔から、将軍ギザミは地中に潜って足元から奇襲してきたからな。ただ、音もなく獲物の背後に回り込むような描写は初めてのことだった。これは、モチーフである死神を意識した動きだと思っているぜ。言われてみれば、背後で鎌を持ってる姿の死神って思うとイメージぴったりね。それに、死神は骸骨の姿で描かれることが多いが、将軍ギザミも骸骨と関連があるんだ。将軍ギザミに骸骨？ムービーでは優等閣らしき宿を背負っていたが、将軍ギザミはモンスターの頭骨を背負っていることも多かったんだぜ。なるほどね。でも、どんな骨を宿にしてたの？あの大きさなんだから、そこら辺の骨塚の骨じゃ収まらないわよね。グラビモスの頭骨だぜ。グラビモスって、バサルモスの成長した姿だったわね。その通りだ。グラビモスは過去動画の、設定上いないとおかしいモンスターでも紹介したモンスターだぜ。だから、私としてはグラビモスの復活にも期待している。なるほど、セットで復活する可能性も高いのね。まあ、骨や抜け殻が存在するのに登場しなかった例もあるから、一概には言えないけどな。クロスシリーズに登場したフィールドの古代林にシェンガオレンの抜け殻があったが、本人の登場には至らなかった。まだなんとも言えないってことかしら。私は戦いたくないけど、グラビモスも復活するといいわね。でも、大名ザザミの方がありえそうじゃない？霊夢の言う通り、復活するなら、大名ザザミの方が可能性は高いと思うぜ。大名ザザミも降格種だったわね。そうだぜ。私としては、大名ザザミもセットで復活してもらって、両体のヤオザミとガミザミにも復活してほしいと思っている。小さいのもいるのね。小さいと言っても、現実の甲殻類と比べたら巨大だけどな。ヤオザミは大名ザザミの妖体で、ガミザミは将軍ギザミの妖体だ。どちらも、執拗な攻撃と妙なしぶとさでハンター、特にガンナーを苦しめた小型モンスターだぜ。復活されたら私の狩りを邪魔する小型モンスターが増えるのね。今はハンターも身軽になっているし、そこまでこっぴどくはやられない気もするけどな。でも、大名ザザミとグラビモスが復活するとしたら、西洋妖怪のモチーフが当てはめられるのよね。マリサはどんなモチーフになると思う？
まあ、妖怪というより伝承や怪物の類になると思うが、大名ザザミに関してはカルキノスがモチーフになると予想するぜ。カルキノス？ざっくり言うと、ギリシャ神話に登場するでかいカニだ。ヒュドラと戦うヘラクレスの足を挟んだんだが、ヘラクレスに踏み潰されてしまったぜ。だが、その一部始終を見ていた女神ヘラがカルキノスを天に上げて星にしたんだ。このエピソードにより、12星座の一つであるカニ座が誕生したと言われている。なんか、悲惨な話ね。この神話のせいか、カニ座は悲惨な星座として有名になってしまっているぜ。他にもサラタンやカボマンダラットなど、カニやヤドカリの伝承はあったんだが、微妙に西洋とは違う気がしてな。知名度の高いカルキノスを選ばせてもらったぜ。もし復活して、予想通りカルキノスモチーフだったとしても、大名ザザミには立派な姿を見せてもらいたい。ふむふむ、じゃあグラビモスは？正直に言うと、これだって思うものが見つからなくってな。強いて言うならガーゴイルかな。とは思ったんだが。石でできてるから？そういうことだぜ。他にもグラビモスのモチーフになりそうな西洋の怪物がいないか探してみたんだが、しっくりこなかったんだ。視聴者さんの中で、これグラビモスっぽいなっていう、西洋妖怪や怪物を思いついた人がいたらコメントしてほしいぜ。みんなの予想も聞いてみたいわね。情報が出れば答えはわかるが、予想を楽しめるのは今だけだからな。みんなで楽しみたいと思ってるし、コメントしてくれると嬉しいぜ。ということで、ムービーから見て取れた将軍ギザミのモチーフ予想と諸々の話は以上だぜ。思ったんだけど、パッケージになるっぽい固有と、現状でセットになってるのが将軍ギザミって、随分シュールな取り合わせよね。将軍ギザミはライズに未登場の骨格な上に、過去作のダブルクロスでは2つな持ち個体も登場している。骨格の追加で仮のバリエーションが豊富になることを暗示し、2つな持ちモンスターの追加で新たな主の登場を彷彿とさせる。将軍ギザミの追加は、公式がコアファンに向けた、熱いサプライズメッセージだと捉えることもできるぜ。マリサみたいな人に向けたメッセージってわけね。さらに言えば、高格種の新モンスター登場もあり得る。ドス以降、高格種の新種は登場していないから、その辺も楽しみだぜ。ライズでは、4シリーズから音沙汰がなかった強格種の新モンスターも出たしな。なるほど。将軍ギザミ復活はいろんな考察がはかどりそうなニュースだったのね。それを狙ったんだとしたら、公式も憎いことするよな。にしても、今までの予想とかメルゼナの考察を聞いてて思ったけど、マリサって色々と予想したり考察するのが好きなのね。せっかく、公式から考察しがいのある情報が公開されているわけだからな。お祭りみたいなものだし、参加しないと損だぜ。マリサはお祭り好きだもんね。将軍ギザミの復活が嬉しい人、モチーフ予想に同意の人は高評価を頼むぜ。これからもサンブレイクの予想考察動画を上げていくから、チャンネル登録していってね。復活モンスターとモチーフ予想がある人はガンガンコメントして、サンブレイクを盛り上げようぜ。ご視聴、ありがとうございました。どんなゲームもそうだが、ゲームバランスを維持するのはとても難しいことなんだ。長い歴史を誇るモンハンにも、ぶっ壊れと呼ばれた強すぎるスキルが存在した。ボウガンのリロードを不要にする魔改造スキル、会心率マイナスをひっくり返す体験用スキル、キノコ大好きモス頭。使ってた人には懐かしさを、知らない人にはびっくり仰天の過去作スキル事情をお届けするぜ。次回、歴代モンハンのぶっ壊れスキル。ゆっくり見ていってね。